んばんはでいいのかな。大輝ありがとう。しおさんこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんばんは、こんばんは。くいさん挨拶決めてない。あれ決めてないね。びゃびゃびゃ。とねくこくか考えるね。次まで考えます。決めてなかった。あ、ちょっと待ってね。カメラがなんか違うね。ちょっと待っててね。カメラはちょっと映ってなかった。あれもよいしょよいしょ。これでちゃんと映ってる。はい、じゃ頑張って考えるます頑張って考えます。はいあ、今日のお話ちょこっとお話をします。今日のちょこっとお話ねくしゃんね、お本読むのも好きなんだけど、くしゃんゲームも好きでね、今はオーバーウォッチをねちょっとやってるのそう、これさね、オーバーウォッチで他のゲームと違っての弾がねちょっと大きいみたいで、そう大きいの大きいからいっぱい当たりやすいからくしゃんオーバーウォッチ好き。音声結構ちっちゃいかも。あれもなんでだろう。はあくしゃんね、前のあれあの昨日の配信もう声の大きさちっちゃいって教えてくれたから、そう聞いてみたけど、そうやっぱちっちゃかったから今日ちょっとあげたんだけど、まだちっちゃかったか。ああこのぐらいでどうかな。大丈夫かな、このぐらい。
ちすぎないかな。大丈夫かな。ああといっぱいあげちゃう。ああこのくらいかな。よし、大丈夫かな。マウスのカチカチ音まで入っちゃうけど、今日見しゃやんね。こっち下げたらいいのかな。困ったらね。クシャンの声が取りづらいのかな。もうちょっとマイク近づけて。このぐらいパソコンの音量が棒になってるの。あと結構大きいんだけど、これでどうかな。ちょっと今日これ今日はこれでやって、ちょっとまた終わった時にもう一回確認する。で、ね、今日のお話はオーバーウォッチなんだけど、オーバーウォッチのクシャンタンクは高くなくて、そう、タンクさんできるのすごいなって思うの。なんですごいなのだと、タンクさんって一人しかいなくて、そう、他のお仕事の人は攻撃メインの人と回復するのメインの人がいて、そう、その人たちは2人ずついるんだけど、タンクさんだけ1人しかいなくて、でもタンクさんってHP も高いから、みんなの盾をしないといけなくて、で、それと、あと、みんな守らないとダメだから、もう、アンパンマンみたいな感じで、お友達チームの仲間たちが攻撃されてる時に助けたり、相手のタンクさんにね、もう毎日ダメだよってやんないといけないんだけど、そう、クシャンね、それがちょっとね、難しくて、毎日ダメだよってするのがだけだったらいいんだけど、毎日ダメだよってやりながら、こうみんなを守んないといけなくて、そう、もう気がついたらもう後ろにいた
仲間たちがみんなはぁ瀕死みたいな状態になっててもう、うわ、なんでっていつもなっちゃうの。もうだから、タンクさんだけもう一番難しくて、そうできる人すごいなって思ってて、できる人は頭とかにお目目ってついてんのかなって思ってるのくいさん。そう、うまくお話できてるかな。ちゃんとお話できてるかな。大丈夫かな。もう苦しい。もう昨日みたいに今日はっておばあちゃんのタンクさんがすごいってお話ししようって思ってたらあ、でも、上手に言えてるから難しいね。もう本当にすごいんだよ。もうタンクさんもう前つむって言えるならもうね、後ろの味方大丈夫かなってもういっぱい見るところ多くて、もうこしゃうわーってなっちゃう。そう、タンクさんできる人ってお目目がいっぱいあると思うんだよね、くしゃん。そう、そうよね。パソコンのさんの画面だけでお目目そんな見れるのかなって。同じゲームをしてるはずなのに別のゲームみたいな感じがするね。そう、もうくしゃんたくさん練習いつかしたいと思うけど、うーんトーブはないかな。というくしゃんはタンクさんに得かないけど、タンクさんできる人すごいなってお話でした。くしゃん今日はこの話しようとか、あの話しようとか、みんなにこれお話ししようって思ってたのに、全部バイバイしちゃった。もうバイバイしちゃったから、くしゃん今一生懸命ね、その、このお話しようの、このお話しようだけ覚えてたから、それだけでも一生懸命お話ししてるんだけど、くしゃん考えてたのがバイバイしちゃった。もう話難しいね。ちょっとお話短かったからもう一個なんかお話ししよう。あ、くしゃんね、チラチラしたお医者さんが好きで、そう、ネシちゃんに博物館連れてってもらった時にくしゃん見たんだけど、ね、お医師さん医師さんがそう、医師さんって灰色の医師さんしかないと思ってたんだけど、
紫とか透明とか黄色の石さんがあって、そう、灰色の石さんは土からできるらしいんだけど、他のキラキラした石さんたちはなんか黄色い石さんとかは木の蜜からこうできるみたいで、だから蜜からできるから、その蜜が石さんになるときに一緒にいた虫さんとか、あとお花さんとかも一緒に石になるみたいで、それがねすごいね、飴みたいにキラキラしててあれすごいんだよ。クシャが舐めたのはね、クシャのテテよりちっちゃい石さんだったんだけど、中に蜂さんが入ってて、そう、すごい、蜂さん、あれ、ね、でも、あの、蜂さんなんで入ってるのってヌシちゃんに聞いたら、ヌシちゃんは、きっと蜂さんお腹空いてるーって、チャポって入った時に、一緒に石になっちゃったと思うよって教えてくれたの。蜂さんって食いしん坊なのねってあ、うん。そう。そんなお名前だった気がする。そう、黄色オレンジかな黄色かなの、キラキラしてて、そう。ね、石の中に入ってる虫さん、蜂さんの他にもいるみたいだけど、そう、その虫さんたちもお腹ペコペコでトポンって入っちゃった時に一緒においしになっちゃったんだねっていうお話してて、そうで、そう、クイさん木の蜜は食べたことないんだけど、でも蜂蜜はクイさん大好きだから、そう、もう蜂蜜もほらにトポンってクイさんがしたら蜂蜜のクイさん石ができちゃうのかなってちょっと怖く思ったちょっとだけ蜂蜜が怖くなったお話上手にできてるからよし、お話した練習はここまでにするって5を読むのよ。今日はね多分できやだな、今日はね5本ね2つあるの。1個目がねみかん、クイシャンね、そう探すときにさ美味しそうなね名前のそうご本があって、そうみかんっていうご本なんだけど、そうこのご本を作ったさんがね、そうちょっと難しくって感じが、そうクイシャン好きしか読めなかった。そうね、
それをさぬしちゃんに聞いたら、この作ったさんのお名前があくたがわさんっていうらしいです。で一冊目がそのみかんと、二つ目がね、二つ目はキツネさんのお話で、手袋を買いにっていうお話です。そう、キツネさんが手袋買いに行くっていうお話って教えてもらった。だからポカポカするかなと思ってクイさんこれにしたの。クイさん配信始めましたって言ってない？配信始めました。始めてます。しとこ。そう、芥川さんの2冊を今日読みます。国語の教科書ってあれだよね。お勉強のご飯だったよね、確か。お勉強のご飯だったはず、多分。お勉強のご飯を教科書って言って教わった配信、多分。手袋お勉強するんだわ。すごいね。よし。読む前にお茶飲みましょう。よっしゃ。よし。じゃあ1個目から読みます。みかん。ある曇った冬の夕暮れである。私は横須賀初上り二等客車の隅に腰を下ろしてぼんやり発車の冬を待った。ドアに電灯のついた客車の中には珍しく私の他にもう一人の乗客がいた。間違えちゃった。クイシャンが習ったひらがなと違うから間違えちゃった。中低組私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと薄暗いプラットフォームにも今日は珍しく見送りの人影さも後を絶ってただ檻に入られた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらいに似つかしい景色だった。私の
頭の中には言うもない疲労と倦怠とか、まるで曇りの空のようにどんよりとした影を落としていた。私は具合立つポケットへと両手を突っ込んだまま、そこにはひつている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発射の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていた。ところがそれよりも先にけたたましい日和下駄の音が改札口の方から聞こえ出したと思うと、間もなく車掌の何か言う罵る声とともに、私の乗っている二等室の戸がガラリと開いて、13歳の小娘が一人慌ただしく中へと入ってきた。と同時に人ずしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切ってゆくプラットフォームの柱、置き忘れたような運水車、それから車内の誰かに周囲の礼を言っている赤棒、すべては窓へ吹きつける肺炎の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はやおやくほつとした心持ちになって、巻きタバコに火をつきながら初めて物憂いまぶたを上げて、前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは油気のない髪をひっつめのいてふがしにゆって横なでの跡があるひびだらけの両頬を気持ち悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも赤じみた萌木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた下焼きの手の中には3頭の赤切符が大事そうにしっかり握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なものもやはり不快だった。最後にその2頭と3頭との区別さえわきまえないくどんな心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つこの娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時、勇敢な紙面に落ちていた具合クワウが突然電灯の光にかはってすりの悪い何らんかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。
言うまでもなく記者は今横須賀横須賀線に覆いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかしその伝統の光に照らされた勇敢の使命を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰めく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちつつあった。カウア問題、神父新郎、苦食事件、芝生広告。私はトンネルへ入った瞬間、汽車の走っている方向が逆になった錯覚を感じながら、それらの錯漠とした記事から記事へほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろんあの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたような面立ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車とこの田舎者の小娘と、そしてまたこの平凡な記事に渦まっている勇敢と、これが象徴ではなく何であろう。不快な過当な退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって読みかけた勇敢を振り出すと、また窓枠に頭をもたしながら死んだように目をつぶってうつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見渡すと、いつの間にか例の小娘が向かう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの頬はいよいよ赤くなって、時々花をすすり込む音が小さな息の消える声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足るものにそう言わなかった。しかし汽車が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、母色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきた。でもすぐに合点の行くことであった。にもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの下焼きの手がガラス戸を持ち上げようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなくすさましい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に、娘の開けようとしたガラス戸はとうとうばたりと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中から
すすを溶かしたような黒い空気がにわかに息苦しい煙になってもうもうと車内へみなぎり出した。グワンラインコを害した私はハンカチを頬に当て、暇さえなくこの煙を満面に浴びせられたおかげでほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして闇吹く風にいてふ返しの瓶の毛をそよがせながらじっと汽車の進む方向を見ている。その姿を梅煙と電灯の光との中を眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂い、水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったら、ようやく咳き込んだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元通りの窓の戸を閉めさせたのは相違でなかったのである。しかし汽車はその自分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山の間に挟まれたあるまじしい町は連れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くにはいずれもみそぼらしいわら屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が降るのであろう唯一の薄い旗が物憂げに宝飾をゆすっていた。やつとトンネルを出たと思っその時、その制作とした踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い3人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆この曇天に押しすくめられたと思うほど揃って背が低かった。そうしてまたこの町はズレインさんたる風物と同じような色着物を着ていた。それが汽車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を挙げるのが早いか、痛い気な喉を高く反らせて何とも意味のわからない歓声を一生懸命に窓から半身を乗り出していたレイの娘が、あの下焼きの手をふと伸ばして勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ5つ6つ汽車を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた。私は思わず息を飲んだ。そうして刹那に1歳の霊界した小娘はおそらくこれから方向先へ向かうとしている小娘は、その懐に座していた幾桑のみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの労を報いたのである。暴食の帯びた町は外れの踏切と小鳥のように声を上げた3人の子供たちと、そして上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には切ないほどしきりとこの光景が焼き付けられた。さしてそこからある
得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は顔線と頭を上げて、まるで別人を見るようにあの小娘を注視した。小娘はいつかもう私の前の席へ帰って赤原びつつだらけの頬を萌木色の毛糸練り巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三等切符を握っている。私はこの時初めて理由のない疲労と倦怠と、そうしてまた不可解な過当な退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。おしまい。た、たい、題名で選んじゃダメだ。あの、あの、あの、おし、気づいてる人いるかもしれないけど、クシャンこれ完全に題名だけで選んできちゃったから。読むの難しかった。すごい難しかった。はあ、よしよし。もう一回お茶飲んで、ふってして、次のキツネさんを読みたいと思います。はい。そしたら、二つ目の手袋を買いに、を読みます。手袋を買いに、寒い冬が北から狐の親子の住んでいる森へとやってきました。ある朝、ホラー穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く早く。と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除いてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞窟の入り口から外へ出始めて訳はわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がスッと映るのでした。すると突然、後ろでドタドタザーとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわっと子狐に覆かぶさってきました。子狐はびっくりして雪の中に転がるようにして
10メートルも向こうへ逃げてました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちてきたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれてきました。間もなく洞窟へ帰ってきた子狐は、お母ちゃん、お手手が冷たい。お手手がチンチンする。と言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手に、はーっと息を吹っかけて、ぬくいと母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ。と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼きができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまりに白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞窟から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながらあっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちるのね、と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の日なんだよ。その町の日を見た時、母さん狐はある時町へお友達と出かけ行ってとんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって散々追いかけられまくって命からがら逃げ出したことでした。かいちゃん、何してるの？早く行こうよ。と子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので、坊やだけを一人町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方お出し、と母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握ってる間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり、握ったり、つねってみたり、嗅いでみたりしました。なんだか変だな、母ちゃん。これなに？と言って、雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい、坊や。町へ行ったらね、たくさんの人間の家があるからね。まず表に丸い尻尾の看板がかかってる家を探すんだよ。
それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね、その戸の隙間からこっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋をちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と母さんキツネは言い聞かせました。どうしてと坊やのキツネは聞き返しました。人間はね、相手がキツネだとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。ふーん。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方。ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんのキツネは持ってきた2つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供のキツネは街の火を目に当て、雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった火が2つになり、3つになり、果ては10にも増えました。キツネの子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の上の雪に落ちているばかりでした。けれど表の看板の上に大きい小さな電灯が灯っていましたので、キツネの子はそれを見ながら帽子を探していきました。自転車の看板やメガネの看板やその他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで描かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた子狐にはそれらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされかかっていました。子狐は教えられた通り、トントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中で何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。子狐はその光がまばゆかったので面食らって間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋をください。すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。
これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで、先にお金をくださいと言いました。子狐は素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけてカチッと合わせてみると、チンチンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない本当のお金だと思いました。ので、棚からこの模様の毛糸の手袋を取り出してきて、子狐の手に持たせてやりました。子狐はお礼を言ってまた元来た道を帰り始めました。お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったものと思いました。けれど子狐は一体人間なんてどんなものなのか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりとした声なんでしょう。眠れ、眠れ、母の胸に眠れ、眠れ、母の手に。子狐はその歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって子狐が眠る時にもやっぱりお母さん狐はあんな優しい声で揺すぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の子狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が、森の子狐もお母さん狐の歌を聞いて洞穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ坊やも早くねんねしなさい。森の子狐と坊やとどっちが早くねんねするか。きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと子狐は急にお母さんが恋しくなってお母さん狐の待っている方へ飛んでいきました。お母さん狐は心配しながら坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。どうして？坊、間違えて本当のお手手を出しちゃったの。でも帽子屋さん捕まえしなかったもの。ちゃんとこんな温かい手袋をくれたもの。と言って手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐はまあと呆れましたが、本当に人間はいいものかしら、本当に人間はいいものかしらとつぶやきました。
しまい。パチパチパチはあ、ドキドキした。お話は上手じゃなかったけど、おお、最後上手に読めたかな。じゃあみんなこのままねねしちゃってると思うから、くさんこのままおやすみなさいするね。次は月曜日にまたおやすみなさいの時間するだよ。おねねできないなっていうみんなまた来てね。じゃあみんなそのままあったかいお布団に入ってポカポカとおやすみなさいだよ。じゃあクシャンのご本読むの聞いてくれてありがとね。みんなおやすみなさい。